はい、こんにちは、梅野です。本日は、夜の街のスナップ写真を撮っていこうと思います。いつも動画を撮るときに使っているこの DJI のポケット2なんですけど、ちょっと SD カードを入れ忘れてきましたので、もうミラーレスの方で動画を撮っていくのでちょっと見づらいかもしれないですけど、ご了承ください。はい、1枚目はここから撮っていきたいと思います。ここが大きい交差点になってまして、手前にこの何かあるんですけど、これがねちょっと錆びてていい感じなので、こっちにピントを合わせて、で縁を低くすることで奥の方はちょっとボケさせて、で車が走っているところをちょっとブレさせて撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。縁は 2.8 に設定して、で手前のこの錆びているところ、ここをピント合わせて背景をボケさせていきます。で ISO 感度はもう100に設定して、シャッタースピード3分の1秒ちょっと遅いぐらいにして、車のライトがこうブレていく感じを出したいと思います。でそれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前のこの錆びたところを3分割構図の下のラインに入れまして、で背景はボケさせつつシャッタースピードをかなり遅くしたので、車がブレた写真を撮ることができました。夜じゃないとね撮れない写真が撮れたと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここのからくり時計を撮っていきたいと思います。お昼に見るとそうでもないんですけど、夜に見ると結構メタリックな感じでかっこいいので、ここ撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。縁は4に設定して、解像感を出して撮っていきます。その場合でシャッタースピード13分の1秒ぐらい、 ISO800 に設定するんですけど、13分の1秒ぐらいになってしまうんですけど、もうカメラの手ブレ補正に任せて撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。メタリックなからくり時計を撮れたと思います。高知県の代表する観光地を全部表しているからくり時計になってます。そしたら次撮っていきましょう。はい、ここにバイキンマンとドキンちゃんがいますので、これシンプルに3分割構図の右下の、交差点に配置して撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。ここも F4 にして、解像感を出していきます。で ISO 感度3200まで上げてきまして、シャッタースピードが50分の1秒出ています。焦点距離 70mm で撮っていくので、あとはもう手ブレ補正でなんとかなると思うので、この設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに3分割構図で撮りまして、左下の交差点に、バイキンマンとドキンちゃんと、ちょっとドキンちゃんが怖いことになってますけどが撮れました。ISO感度結構上がったんですけど、綺麗に撮れてると思います。で光の当たり方もいい感じで、ちょっとこうピカピカして綺麗かなと思います。はい、ここ肉眼で見ると結構暗い通りなんですけど、そこの
提灯だけすごい明るくて他が暗くこうグラデーションになってて綺麗だなと思ったので、ここシンプルにこんな感じかな。ちょっと斜めの道を斜めに配置して、で3分割のコードを使って右上左上の交差点に提灯入れて撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ここも F 値は4に設定して、提灯のところは解像感出して撮りまして、他はちょっとこうグラデーションでボケさせるような感じで撮っていきます。で ISO 感度は3200に設定して、であそこの提灯で、速攻を合わせれば60分違うか50分の1秒ぐらい出てましたので、それで撮っていきます。であそこだけちょっと明るくなりすぎるので、露出値をマイナス 1.0 に設定して撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。暗い道の一つだけにポツンと明るい提灯が目立っていいんじゃないかなと思います。で手前と奥に行くにつれてこうボケ感が出ているのと、ISO3200 まで上げたんですけど、ちゃんとこの明暗さのグラデーションも綺麗に出たんじゃないかなと思います。はい、ここに空き瓶が落ちてましたので、これを取っていこうと思います。ちょっと広角で取りまして、でこいつは3分割構図の左下の交差点に入れて、でここの石の縁石みたいなやつがあるんですけど、これを対角線こういう感じでラインで入れて取っていきたいと思います。でここ3分割と対角線と、でここになんかこう看板のリフレクションみたいになって、綺麗かなと思ったんで取っていきます。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に設定して、でこの辺しっかり写しつつ、ちょっとこうピンの上下でボケさせたいなと思います。で ISO 感度は3200に上げた時に40分の1秒出てましたので、焦点距離がだいたい40か40ミリぐらいで撮っていくので、手ブレは大丈夫かと思います。でここもちょっとなんじゃかんじゃ明るいんで、露出値はマイナス 1.0 にして撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割構図の左下の交差点に、瓶を配置して、でこの縁石っぽいやつを、右下から左上にかけて対角線の構図で配置してみました。3分割と対角線の組み合わせと、で右上、写真はこう四隅が大事って言いますけども、とりあえずこのなんかリフレクションを配置して撮ってみました。はい、次喫茶デポーさんの食品サンプルが店頭にありましたので、この食品サンプル撮ってみたいと思います。昼間と違ってこの照明の明かりがちょうどいい立体感を生み出してくれてますので、ここを撮ってみたいと思います。はい、カメラ設定していきます。F 値は 3.2 に設定しまして、ISO 感度は160に設定しました。この照明のおかげで結構シャッタースピードが確保できまして、50分の1秒は出てましたので、これで撮っていきたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルにちょっと斜めから撮っただけなんですけど、照明の当たり方のおかげで立体感があるのと明暗さが出ていい感じに、撮れたんじゃないかなと思います。昼やとね、やっぱり光が結構入ってきて、ここまで立体的には見えないので、夜しか撮れない写真の一つかなと思います。はい、次ここ撮っていきたいと思います。この自転車をメインに、広角で撮っていきたいと思います。
こういう感じで配置した時にこの上の手すりのラインと地面のこのラインがパースが効いた感じになるのと、3分割コースの交差点の向こう側を、3分割コースの左上のところにここを持ってきてバランスのいい感じで写真していきます。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値 2.8 に設定して、ここにピントを合わせてもう奥はこうボケていくように撮っていきます。ISO感度は800に設定したときに、全体的にちょっと今明るいんで、40分の1秒出てましたので、焦点距離、24、28やったら問題ないぐらいの手ぶれしないシャッタースピードになります。で露出はここはもうプラマイゼロで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前にメインの被写体の自転車を配置して、で手すりとか、地面のこのラインをパース引かせて撮ってみました。で3分割コースの左上の交差点に、この通路の奥の方が見えるような配置で撮ってみました。はい、僕高知県民なんですけど、お酒一切飲まないんで夜の街に来ることが全くないんですけど、綺麗ですね。昼間と違ってこの光の陰影と夜の街っていう感じがあんまり来ることないんですけど、またできたら来てもっとがっつり撮ってみたいと思います。はい、ここの飲み屋さんの通りの撮っていきたいと思います。で普通に撮ってしまうと普通の写真なんで、ここ四国銀行さんのこの街灯が綺麗だったので、ここにピントを合わせて背景もちょっとボケさせて撮ってみたいと思います。で横やとちょっと無理があるんで縦構図で撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。F 値はもう 2.8 にして、ここにピントを合わせてボケさせていきます。で ISO 1000に上げた時にシャッタースピードが100分の1秒出てましたので、これだと手ぶれしないので OK です。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。街灯がメインの写真になりまして、で背景の飲み屋さんはちょっとピカピカした背景として使わせていただきました。で忘れ物はね、今日多くて、まず手に持つ DJI の SD カード入れ忘れたのと、あとブラックミストのフィルターがあったらもっと綺麗に撮れたと思うんですけど、それも忘れてきてます。なのでまた、リベンジに来てみたいです。はい、今日は夜のスナップ撮影に来ていましたっていうか、用事のついでに来たんでちょっと限定的な範囲でしか撮れてないですけど、久しぶりに、夜の撮影に来てみました。いろいろね今日忘れ物したんで、また夜の撮影はリベンジしてみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。